視聴者の皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただいてありがとうございます。エリックです。今回の動画では今年のホタルの写真を撮影しに行った時の様子をお届けしようと思います。短めの動画にはなりますが、一緒にホタルを探しに行った気分で最後まで見てもらえたら嬉しいです。今日は2026年5月23日、時間は午後17時過ぎです。大阪外環状線を河内長野方面に向かって走っています。時期的には少し早いんですが、今年のホタルの様子を探るために愛車のビューエルに乗ってのんびり南に向かって走っています。河内長野の南端の方まで走ってきました。ここからさらに山の中にあるホタルが観察できるポイントまで向かいます。仕事の PC 作業を朝からずっとしていてお腹が空いたのでローソンに立ち寄ります。そういえばローソンのもちもちカスタードパイ見なくなりましたね。美味しかったのに。自分が住んでいるとこは本当に20分も走れば山の中です。この環境がね、めちゃくちゃいいんですよね。自分は都会ではもう生きていけない動物なんでみんなね、だいたいホタル飛び始めたなーって、もう飛んでるやろみたいな時間に来るんですけど、自分はもうだいたい飛ぶ前から行きます。飛ぶ前から行って、で撮影始めて、一番だいたい最後までいることが多いですね。人がもうみんないなくなって、ホタルもね、だいたいホタルの営業時間というかあるんですよ。日が暮れて飛び始めて、ちらほら飛び始めて、ここからね、だいたい日付変わる手前ぐらいまでかな、ホタルが飛ぶのは。でも条件今日はどうかなっていう感じはあるんで、でもここ来たらそこまで風は吹いてないな。なんでね、条件次第では早めに帰るかもしれないですけど。A few moments later. お、魚がいる。初めて見た。この古いコンクリートの橋の上から川面の上を舞うホタルを眺めることができます。少し足を伸ばせばこういった自然にすぐ触れ合えるのが南河内のいいところです。こっちにね、ゲンジボタルが飛んで、この竹のところにね、ヒメボタルが飛ぶんで、ここね、夜来るとマジなんも見えん真っ暗。さっきローソン寄って今日何も食べてなかったんでね、ご飯を買ってきました。のんびりと川の上でご飯を食べます。吹き抜ける風が冷たくて気持ちいいですね。農家のおっちゃんたちはね、日が沈んだら終わりなんで、よいしょ、帰っていきますね。ご飯を食べたので、毎年最初に撮影しているポイントに移動しました。谷間の奥に川が続いていて、ここは人間は立ち入ることができません。正しく言うと、濡れることを厭わなければ歩いていけますが、夜の真っ暗闇の中はかなり怖そうです。あと頑張って入っていってもあまりいい構図が作れなさそうで、自分は行く気にはならないですね。今日は川がちょっと濁ってますね。いつもはそんなことないんですけど、先日の台風の影響かもしれませんね。歩き回って良さげな構図を探した後は、のんびり日が暮れるのを待ちます。この自然の中で何もしない時間が好きなんですよね。贅沢な時間です。太陽が沈んで辺りが薄暗くなってきました。バックパックを枕にして砂防ダムの上で横になってのんびりしてます。知ってる人は知っている場所なのでそれなりに人は来るんですが、さすがに真っ暗闇の中で砂防ダムの上を歩いてくる人はほぼいません。たまに後から来た人のライトに照らされて驚かしてしまうこともあります。
もうだいぶ暗くなってきました。今ね、こう川の見えねえか川の真ん中の砂防ダムなのかなの上にいます。いつもだいたいここら辺にいるんですけど、でタイムラプス撮ったりしながら日が暮れるのを待っております。夏の声が聞こえる。さっきね、フクロウの声が聞こえましたね。今は鳴き止んじゃったかな。でそろそろだいぶ暗くなってきたんで飛び始めるかなと思ったんですけどね。いきなり真っ暗な川面がバシャバシャ言い始めたから、何事かと思ってよく見たら、カモか何かが砂防ダムを登ろうとしてました。さすがに薄暗い川の上にいると多少なり心細さはあるので驚きますね。その後ちょっと離れたところから飛んで無事上まで登れたみたいです。飛ぶときはね、もうこれぐらいの暗い時間帯から黄色い光がポツポツ見え始めるんですけど、今は見えないんで、もしかしたら飛ばないのかな。もうちょっと様子見てみます。日暮れまで待ってみたんですけど、残念ながらこんな感じです。もう釣れません敗退でございます。多分ね、1匹も飛んでないんで、シーズン入りが多分まだ1週間ほど先かなっていう体感ですね。で、直します。ホタル撮影しに来たんですけど、ちょっと時期がね1週間ほど早かったみたいです。全く1匹も飛んでないんで、まあ経験上あと1週間、下手したらもうちょい先って感じですね。また時間見つけて覗きに行きたいと思います。ではでは、のんびり帰ろうと思います。ホタル見れなかったんですけどね、川辺でやっぱ座ってボケってしてるだけでも結構気分転換になるんでね、多分待ってる時の動画は今回撮れたと思うんで、次はね、もうホタル出る時間から来ようかなと思います。よいしょ。ハイビーム&フォグランプをつけてるんですけど、結構ね、そんなに大きくないフォグランプなんですけど、それでもめちゃくちゃ明るいですね。どこだっけね、セーフゴーっていうメーカーだったかな。このメーカーのね LED 結構ね、防水処理がちょっと甘いんですよね。でそこだけちょっと足してあげれば、明るさとかね、耐久性も悪くないんですよね。安いし何よりこんなに明るいんですよ。だから夜の峠道めちゃくちゃ助かるんですよね。ホタル見れなかったのはちょっと残念ですけど、それもまたよしですね。逆にホタルのシーズンは明るいうちから人がいるんで、人がいない素材を取れたのは、それもまたよしとします。また改めて来ようと思います。では一旦切ります。日を改めて2026年6月11日、時間は19時前になります。関西 SR ミーティング SR フェス2026の開催があったり、仕事がバタバタしていて、ちょっとホタルのシーズンは終わりつつある頃です。行きたいなとは思いつつ、何かとやることがあって20日近く時間が経ってしまいました。さすがにもうピークも過ぎてるし、ホタルウォッチングの動画はボツかなと思ったんですが、ちょっと時間ができたので、ダメ元で居残り組のホタルかいないか見に行くことにしました。
現地に到着して一応撮影ができるように準備をします。例年だともうシーズンは終わってるし、見れても少しだろうなと思ってはいました。もう19時過ぎなので時期に真っ暗になると思います。いつものポイントまで行って三脚などを広げて準備をします。川は濁りもなく透き通っていて綺麗になってますね。水が綺麗なので森の緑もより映える気がしますね。撮影準備ができたのでのんびり日が暮れるのを待ちます。この綺麗さなら川に落ちてもそんなに後悔することはなさそうです。もちろん落ちる気はないので足元に気をつけながら構図を探していきます。設定構図を決めるために短めのシャッタースピードで撮影をしていきます。アングルも決まったので、あとはホタルが飛ぶのを待つばかり。でも現時点では全く飛ばずに再び敗退して帰る可能性も十分にあります。こればっかりは自然のものなのでどうなるかは全く分かりません。日が暮れて辺りも暗くなっていよいよホタルが光り始める時間帯です。まあ焦っても仕方ないので路肩の自販機で買ってきた缶コーヒーを飲んで待ちます。でも心境的には寝転んでのんびり待つって感じではなかったです。この暗さであればもういつ光ってもおかしくないんですけど、木陰はまだ真っ暗です。ユエレはあの上でお留守番してますね。こんな感じで半ば諦めムードが漂っていました。木陰の奥の方に光り始めましたね。まだちょっと明るいんで、もうちょい暗くなってきたら飛び始めると思います。なんと居残り組のホタルが結構いてくれたみたいです。もう飛び始めたっすね。暗くなるにつれどんどんと蛍光色の黄色い光が木陰に増えていきます。ワンチャン見れないと思ったけど、それなりに見れそうな感じはします。肉眼より iPhone 越しの方が見えるっていうね。自分以外はもう誰もいないです。飛び始めましたね。すぐ近くにも。この光り方するのがゲンジボタルですね。で、チカチカフラッシュみたいに光るのがヒメボタルになります。ゲンジボタルはだいたい川の上ですね。ヒメボタルは森の中にいます。あちこちで飛び始めたっすね。多分ピークは過ぎてるんですけど、それでも結構な数見れそうですね。まあ、とりあえず2秒で撮ってポーズ決めてる感じですね。
あとはひたすら撮ります。ちなみに録音時間2秒で撮影するとこんな感じになります。次に録音時間を10秒で撮影するとこんな感じになります。もちろん2秒で撮影している方が実際肉眼で見えているホタルの状態に近いです。10秒を超える録音時間で撮影するとホタルの見かけの量はかなり多くなります。さらにその長時間録音の写真の明るい部分だけを合成してホタルの美しい写真は制作されます。これを革命合成と言います。最終的にどういった絵になるかは動画の最後の方でお見せしたいと思います。例年ホタルのシーズンはもうすでに少し蒸し暑くなっていることが多いですが、結構肌寒いです。もしかしたらそのせいでホタルのシーズンが後ろにずれ込んでいるのかもしれません。居残り組がちらほら見えたらええかなと思ったけど、全然、ピークではないにしろ普通にいますね。前に飛んできたホタルを優しく捕まえてみました。ホタルの光は発光時に熱をほとんど出さないため冷光と呼ばれます。体内の発光物質がホタルが呼吸した時の酸素と反応することで生まれます。ちなみにオスだけが光ると思われがちですが、メスもちゃんと光ります。実は幼虫も水中でうっすら光っていたりします。飛び回っているのが大体オスで、メスは草むらに隠れていることが多いようです。一通り撮りたい構図は撮影したので橋の上に移動します。移動している間も木々の隙間から無数のホタルが川面を飛んでいるのが見えます。橋の上からいろいろなアングルで撮影してさらに移動します。ひたすら真っ暗な映像になるのでその様子は割愛しますね。草原の上をホタルが待ってる感じですね。一通りこのスポットで撮りたかった構図の撮影を終えましたので、最後に今回撮影した写真で制作した作品をご覧いただきたいと思います。ホタルの写真などでは定番の手法ですが、長時間録音及び革命合成を使用しています。いかがでしたでしょうか。今回行ったスポットもそうですが、ホタルの生息数は年々変化します。この場所も以前土砂災害でホタルの生息数がかなり減った時がありました。当たり前のものではないということを個々人が理解して大事にしていきたいですよね。来年もまた初夏を告げる美しく儚い光を見れることを楽しみにしています。今年も素晴らしい景色をありがとうございました。また来年ですね。Worse when you're not here. Let's turn the